モ活時間の記録 Vlog。今回は食玩キットの制作です。衝動仮面ライダー VS から15仮面ライダー新2号を開封、組み立て、追加塗装して仕上げました。仮面ライダー VS は食玩フィギュア衝動の仮面ライダーシリーズです。全高約 100mm のサイズで緻密な造形と高い可動範囲が特徴。先般制作した新1号と同じシリーズでラインナップ。赤のグローブとブーツが印象的な2号の造形デザインです。まずはキットの開封から。封入されているのはボディ、手の交換パーツとスタンド、頭部、マフラーです。パーツとして手は3種類が付属しています。この仮面ライダー VS のキットは2016年にリリースされた商品でした。組み立てます。パッケージ写真と同じ両手グーで一旦組み立てていきました。マフラーを挟み込み、頭部を接続。マフラー頭部のはめ込みは若干硬い印象でした。使用しない手のパーツはスタンドに収納し、脚部を連結して台座にして自立させることができます。塗装前、素組みでこのクオリティです。フロントビューからリアビューがこちら。塗装に向けミスタースーパークリア艶消しを吹き付け、マットな質感の下地を作っておきます。続いて塗装です。ペイントの対象になったのは主にベルトの未塗装箇所と背面です。まずはベース塗装です。ファレホのゲームカラーエルフィックフレッシュというカラーを使いました。追加で色分けする箇所に塗っています。ひと手間ですが、この後の色ののり、塗装効率を考えると重要な工程なので、色分け箇所に漏れなく塗っていきます。下地になって目印になれば十分なので、水で溶いて薄く塗っていきます。今回はこのエルフィックフレッシュを使いましたが、同じベース塗装ではファレホのゲームカラーデッドホワイト、シタデルカラーのベースコラックスホワイト、レイスボーン、レイヤー、ホワイトスカーやパリットウィッチフレッシュなんかを使ったりします。ここでベルトタイフーンに黒を墨入れ的に入れました。水で薄めて使用したのはシタデルカラーのコントラストブラックテンプラーという塗料です。上塗りに用いたのはファレホのゲームカラーでシルバーです。細かなところではベルトの追加塗装になります。下地の白も効いてうまく色が乗っていきました。細かい箇所は極細筆を使って丁寧に色を入れていきました。そして側面の一本線の未塗装箇所、それから頭部の背面にも塗りました。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。続いて背中の未塗装箇所に緑、モデルカラーのミディアムオリーブを使いました。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩、仕上がりはマットな表面の質感になります。速乾、無臭、均一で色ムラが出にくい、水溶性、これらが何といってもファレホの魅力です。仮面ライダー新2号は一文字隼人が南米での特訓を経てパワーアップした姿で、さらなる強化を施された1号と共闘できるようになった姿です。身体能力が大幅に向上し、力の2号と呼ばれるようになりました。陰影をつけて質感を高める工程で、仕上げに表面をマットな質感にします。シタデルカラー、テクニカル、特殊効果表現の塗料紙からストームシールドという液体塗料を使いました。粘性が高い塗料ゆえ、水で溶いて薄めで塗っていきました。最後はマフラー、グローブ、ブーツの赤の部分にシタデルカラーのコントラスト、ブラッドエンジェルレッドを水で薄めて薄く染め塗りしました。
タデルカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く、隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社、ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとパレホを併用しました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所にはハケ、ブラシの類で一気に時短させながら塗っていきました。この塗装で用いた塗料はこちら。塗装に要した時間は約20分でした。塗装後は水性トップコート、艶消しを全体に吹き、乾燥させて完成です。色塗り後、再度組み立てます。今度は手のパーツを少し変えてみて組み上げました。頭部がより明るい色調になり、手袋やライダーシューズが緑から赤に変化したのが外見的な特徴です。塗装後のフロントビューからリアビュー。ということで今回は食玩キット製作仮面ライダー VS から仮面ライダー新2号組み立て水性アクリル塗料で塗装までしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。